ヒロの F1 です。今日も F1 のホットな話題を取り上げていきたいと思います。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。 F1 中国グランプリ決勝、 RB ダブルリタイア、角田裕毅はマグヌッセンに撃沈、リカルドはストロールに怒り爆発の話題です。 F1 中国グランプリでレッドブルのマックス・フェルスタッペンはマクラーレンのランド・ノリスとレッドブルのチームメイトであるセルジオ・ペレスをリードして今季4勝目を飾りました。ビザキャッシュアップ RB の角田裕毅選手とダニエル・リカルドはリタイアになりました。角田選手はマグヌッセンに後方から追突されリタイアになってしまいました。角田選手は13番手に位置し、まだポイント獲得の可能性があっただけに、マグヌッセンの無謀なドライビングによる追突は残念な出来事でした。リカルドはセーフティーカー先導中にストロールから追突されました。ストロールはリカルドのことをバカが急ブレーキをかけたと無線で叫んだため、これを知ったリカルドが激怒しています。マグヌッセンとストロールのどちらも自分のドライビングに非があるとは一切認めていません。 F1 中国グランプリでケビン・マグヌッセンに角田選手は追突されリタイア。角田選手は悔しがっています。マグヌッセンは自分のミスを認めようとは全くしていません。2024年の F1 シーズンで角田選手は初のリタイアを喫しました。角田選手にリタイアの責任はなく、軽率な操作で角田選手をリタイアさせたハースのマグヌッセンに責任があります。マグヌッセンはターン6でイン側のはるか後方から角田をアウトブレーキングしようとしましたが、コーナー出口でわずかにアウト側にスリップし、角田選手の右後輪に接触しました。自分の行き着いた先を考えるととても悔しい。特に彼に多くのスペースを残してしまったからね。とてもイライラしていると角田選手は語っています。マグヌッセンはペナルティを理解していないか、ペナルティを認めたくないために理解していないふりをしているようです。マグヌッセンは角田選手がコーナーの頂点で多くのスペースを空けていたため、マグヌッセンは角田選手がミスを犯したと考えたということです。私には角田がかなりワイドに進入したように見えたが、彼は結局コーナーに進入し、私は回転に巻き込まれた。私にできることは何もなかった。このようにマグヌッセンはレーシングインシデントであることを主張しましたが、スチュワードの見解は異なり、マグヌッセンに10秒のタイムペナルティと2ポイントのペナルティを課しました。スチュワードはマグヌッセンがコーナー進入で遅めのブレーキングをしたと判断し、ビデオ録画と GPS データに基づいてマグヌッセンの過失が大きいと結論付けました。角田選手のこれまでの好調なペースはどこへ行ってしまったのでしょうか。今週末は何かがうまくいかなかったような気がする。 FP1 からリアのグリップが全くなかったんだ。アクシデントが起きるまでのレースで順位を上げられたことには満足しているが、ペースそのものはまだ良くなかった。角田選手はこのように話していますが、リタイアした時は13番手を争っていました。次戦のマイアミグランプリまでに角田選手は RB チームが今週末の自分のパフォーマンスがなぜリカルドに突然遠く及ばなかったのか、その答えを見つけることを望んでいます。角田選手のマシンが中国グランプリに入ってから急に遅くなったのではないかと見られていて、角田選手もマシンのどこかに原因があるのではないかと考えているようです。まるで日本グランプリまでのリカルドのマシンについていたものが角田選手のマシンについたかのような感じです。憶測ではリカルドに与えた新車とはこれまで角田選手が使っていたマシンで交換しているのではないのかなど噂がありますが、チームとしてはきちんと調べてほしいところです。リカルドが中国グランプリ後にアストンマーティンのストロールの追突と発言に怒りを爆発させています。リカルドはいつもユーモアがあり、
満面の笑みを浮かべていることで知られています。そんなリカルドが少なくとも人前であれほど怒ったのを見たことはないとメディアは伝えています。リカルドはセーフティーカー先導中に自分のマシンにクラッシュしたドライバーを怒っています。リカルドを動揺させたのは追突行為そのものではなく、ストロールはピット無線でリカルドをバカ呼ばわりしたことによるものです。ランスが事故について言ったことを聞いた。どうやら僕がバカで僕のせいらしい。血の気が引くような話で泥のように明らかだし、セーフティーカーの後ろだった。1回目のセーフティーカーフェーズが終了し、26周目の再スタートに備えていたところ、先頭のフェルスタッペンがスローダウンし、長いストレートの先のヘアピンで全車が接近戦を展開しました。アストンマーティンのストロールは過剰なスピードでリカルドの後方にクラッシュしてしまいました。ストロールのマシンのノーズは RB のディフューザーの下に潜り込み、その衝撃でディフューザーは約 0.5 メートル空中に投げ出されました。リカルドも前のピアストリのマシンに押し込まれてしまいました。この衝突でリカルドとピアストリのマシンはダメージを受けました。ピアストリはレースを終えることができましたが、リカルドは数週後にリタイアしてしまいました。セーフティーカーの後ろでやらなければならないのは、前の車に注意を払うことだ。トップが何をするかわからない。彼が14コーナーで加速するとは考えられない。レースはゴールするまで再スタートしないんだとリカルドは話しています。ストロールは自分の責任ではないと考えています。リカルドはストロールに対して嫌味は言いませんでしたが、次のように話しています。後でまたあのシーンを見たら彼が責任を取るかもしれないからね。彼がそうしないなら僕は彼を助けられないし、誰も彼を助けられないんだ。ストロールは自身に問題があるとは考えておらず、次のように主張しています。アコーディオン効果だった。誰かが前でブレーキを踏めばみんな止まる。前の車は時速60キロから0キロまで減速した。本当に愚かな事故だった。彼だけじゃない。みんながブレーキを踏んで僕の前にいたのは彼だった。スチュワードはリカルドと同じ考えに基づき、ストロールに10秒のペナルティと2ポイントのペナルティを課しました。最低ではストロールは前のマシンのペースを予測できたはずであり、それゆえに衝突の大部分はストロールの責任であるとしています。レース中の事故は起こりうるが、セーフティーカーの後ろでは決して起こってはならない。私の血が騒ぐのは彼のオンボード録画だ。私たちが彼の前でブレーキを踏んだ時、彼は右を向いてターン14の頂点を見ていたとリカルドは分析しています。彼は僕を見ていない。もう一度振り向いた時にはすでに僕の後ろにいた。彼がそこで何をしていたのかわからない。この状況であなたがしなければならない唯一のことは僕に気を配ることだ。またリカルドは別件で F1 中国グランプリ決勝レースでセーフティーカー規定に違反したとスチュワードが判断したために3グリッド降格と2ポイントのペナルティ処分が下されました。このため次戦のマイアミグランプリでリカルドは3グリッド降格となります。リカルドとしては新車を手に入れ好感触をつかんでいる状態とされていますので、マイアミグランプリでもその調子を続けたいところだと思います。それでは決勝後の角田選手とリカルド、車両性能チーフエンジニアのクラウディオ・バレストリ、チーム代表のローラン・メキースのコメントを紹介します。ビザキャッシュアップ RB、 角田裕樹選手リタイア。今日の結果は残念だし悔しい。マグヌッセンと接触するまではレース展開に満足していた。セーフティーカー後のスタートは良かったし、ポジションも5つ上げることができたので自分のできることを最大限に発揮できたと思うが、ペース自体は思ったほど上がっていなかった。他のマシンに比べてスライドが多く
チームも懸命にプッシュしてくれて解決に導いてくれたが、全体的に見ると今週は本来の強いパフォーマンスを発揮することができなかった。ファエンツァでその原因を調査し、マイアミではチームとしてもっと強くなって戻ってくる。ダニエルがリタイアしたことも残念だ。彼はこのレースでいいペースだっただけに、チームとしては2台とも完走できず、ポイントを獲得できなかったことが悔やまれる。ダニエル・リカルド選手リタイア。セーフティーカーが入る前のスティントではかなり順位を上げることができたが、再スタート時に大きな衝撃を受けてマシンにダメージを負ってしまった。 F1 マシンを運転しているとは思えなかったのでリタイアを決めた。とても悔しいよ。彼のオンボードを見たけど僕を見ていないように見えたし、ヘルメットは頂点を見ているようだった。レース後半にどうなっていたかはわからないが、僕たちはいいところを見ていたと思う。誰かに台無しにされるのは悔しいし、今日はチャンスがあったのにそれを逃してしまった。チームのみんなには失望があると思う。ガレージに戻るとメカニックたちがダメージを見ていて、僕と同じように心を痛めていた。ペース的には間違いなく良い週末だったと思うし、チームも勢いを感じることができたと思う。これからマイアミに向かうが、この調子で頑張っていきたい。クラウディオ・バレストリ車両性能チーフエンジニア。ダニエルはミディアムコンパウンド、ユウキはソフトコンパウンドでスタートした。ダニエルはスタートで順位を落とし、ユウキは順位を上げることができた。1周目を終えた時点でダニエルは15番手、ユウキは16番手だった。ポイント圏内から大きく離れていることを考慮し、ユウキを早めにピットインさせることにした。その代わりダニエルはそのまま14周目にピットインし、最初のスティントを長めに取ることにした。全てのコンパウンドでデグラデーションが予想以上に高く、ボッタスがコース上でマシンを止めたことでバーチャルセーフティーカーが導入され、その後フルセーフティーカーが導入された。ほぼ全車がハードコンパウンドにピットインし、最後まで走ろうとしたが、その中には勇気も含まれていた。しかしリスタート直前にストロールがダニエルの後方に接触してマシンに大きなダメージを負い、リスタート直後にマグヌッセンが勇気に接触して右リアタイヤにダメージを負った。2台ともリタイアとなった。今日は我々の日ではなかったが、次のマイアミのレースに集中しポイント争いをしたい。ローラン・メキースチーム代表。2台のマシンが別々のアクシデントでリタイアしてしまい、ドライバーたちはどうすることもできなかった。辛いことだが、それを受け入れて前に進むしかない。ポジティブな面では、たとえスタートで出遅れたとしても10位争いに加わるだけのペースを取り戻すために全員が懸命に頑張ってくれた。特に今日はセーフティーカーが出る直前にルイスとバトルした。勇気にとってはよりトリッキーな週末だった。スプリントウィークエンドで初めてここを走るのは難しいものだが、彼は懸命に戦い続け、今日はポジションを大きく上げていいレースをした。ファエンツァとビスターでダニエル、勇気、そしてチーム全員と週末を分析し、またマイアミに強くなって戻ってくる。 F1 中国グランプリ決勝、 RB ダブルリタイア。角田裕樹はマグヌッセンに撃沈、リカルドはストロールに怒り爆発の話題でした。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。最後までご視聴ありがとうございました。次回のヒロの F1 をお楽しみに。